装着すると目の前に最大174インチの巨大なスクリーンがバーンと広がります。毎度です。猿頭トリートメントでございます。このチャンネルではこれまで X リアルやロキッドなどいろんな XR グラスを紹介してきました。今回はそこにビチュアの最新モデルが加わります。紹介するのはビチュアのフラッグシップ XR グラスビチュアビースト。目の前に最大174インチの大画面を映し出すビチュア史上一番大きく一番明るいグラスです。しかも今回はグラス本体だけやなく単体でクラウドゲームが楽しめるネックバンドにスイッチをはじめいろんな機器を大画面化できるモバイルドック、なんとこの3点フルセットで提供いただきました。ビチュア様ありがとうございます。今回の動画ではスペックの細かい数字とかよりもこれらで一体何ができるのか、実際に使ってみてどうやったんかというのを猿頭の体験を中心にたっぷりお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう。それではまずはこの3点の中身をざっと見ていきたいと思います。今回の主役はこの3つ。1つ目がグラス本体のビチュアビースト。装着すると目の前に最大174インチの巨大なスクリーンがバーンと広がります。明るさは最大1250ニットと XR グラスの中でもかなり明るい部類です。視野角も58度と広めで映像が視界いっぱいに迫ってくる感覚があります。重さは 88g、 普通のメガネよりは少し重いくらいでかけっぱなしでも負担になりにくい重さです。さて難しい数字はこの辺にしておいて、要は大きくて明るくて軽い、これがビーストの第一印象です。続いて2つ目がビチュアプロネックバンド。首からかけるこの端末、中身は Android で動く小さなコンピューターです。なのでパソコンもスマホもいりません。これとグラスだけでクラウドゲームや動画が楽しめる。詳しい内容は後半でたっぷり見ていきたいと思います。そして3つ目がビチュアプロモバイルドック。パッと見はただのバッテリーに見えますが、これがかなりの働き者。任天堂スイッチをはじめいろんな機器をこのドックにつなぐだけでグラスの大画面に映し出せる。しかも大容量のバッテリーも兼ねているという1台2役の相棒です。この3点が合わさると家でも外でもいろんな遊び方ができるようになります。それでは早速一番の基本となるグラス単体から見ていきましょう。ビースト本体の使い方はとてもシンプルです。パソコンやスマホとケーブル1本でつなぐだけ。ドライバーのインストールも必要ありません。映像出力に対応したタイプC 端子ならつないだ瞬間目の前に大画面が広がります。猿頭がまず試したのはスマホにつないでの映画やアニメの鑑賞です。目の前に映画館みたいな巨大スクリーンが広がります。暗い部屋で見る映画も明るいシーンがしっかり明るく出るので映像に迫力があります。せっかくなんでポップコーンとコーラを用意して座椅子にどっかり座って鑑賞してみました。これがもうほんまに最高でした。ただの自宅の部屋が丸ごと自分専用の映画館になった気分です。パソコンにも接続して遊んでみました。同じくアニメや映画を見たり漫画を読んでみたりブラウジングしたり、いろんなことがパソコンでも使えます。そしてビーストには映像の見せ方を変えるモードがいくつも用意されています。その中から代表的な3つを紹介したいと思います。まず1つ目はアンカーモード。これは画面を空中にピタッと固定するモードで、顔を左右に動かしても画面はその場にとどまったまま、まるで本当にそこに巨大なモニターが置いてあるみたいな感覚になります。ビーストは顔の動きを検知する機能を内蔵していて、この固定がかなり安定しています。首を振っても画面がフラフラ揺れたりしません。この安定感のおかげで長時間見ても酔いにくく目も疲れにくいと感じました。そして2つ目、ウルトラワイドモード。これは画面を横に思いっきり引き伸ばして超横長の大画面にするモード。視界の端から端まで映像で埋め尽くされる感覚は没入感がまるで違います。猿頭はこのモードを使ってレーシングコックピットに座ってハンドルコントローラーを握ってフォルツァホライゾン6を遊んでみました。目の前いっぱいに広がる日本の風景を楽しみながら実際にハンドルを握ってドライブを楽しんでみました。この遊びは本当に贅沢な遊びだと思います。 VR ほどとは言いませんが、まるで本物のコックピットに座ってるような臨場感で思わずフィーって言ってしまいましたね。そして3つ目がスムーズフォローモード。こちらは画面が視線をゆっくり追いかけてくるモードで、寝転がって誰々の動画を見るときなんかにおすすめのモードだと思いました。明るさの調整も優秀です。ビーストはレンズの透け具合を細かく切り替えられて、ボタン一つで周りが見える状態から真っ暗で映像に集中できる状態まで変更することができます。明るい部屋でも設定を変えることで映像がくっきり浮かび上がります。さてここまでは映像を見る話でしたが、ビーストにはぜひ試してほしい面白い機能があります。イマーシブ 3D といって AI が普通の 2D 動画をその場で立体的な 3D に変換してくれる機能です。猿頭はこれをスマホにつないで試してみました。
スマホに保存していた動画を再生してみると、平面だったはずの動画にぐっと奥行きが出てしっかり立体に見えます。こういう 2D を 3D に変換する機能は XR グラスでたまに見かけますが、ビーストのものもなかなか自然な仕上がりでした。ゲームなんかも 3D で遊べたら最高やなって思いましたが、そこは今後に期待といったところですね。そして実はこのイマーシブ 3D、 パソコン接続で利用した場合はもっととんでもないことができます。ただ残念ながら今回は猿頭の環境の都合でその本領を試すことができませんでした。この辺がなかなかえぐい機能なんで、動画の最後でたっぷりお話をしたいと思います。ってな感じで、この辺がざっくりグラス単体でできることです。ケーブル1本つなぐだけで映画もゲームもスマホの動画も大画面で楽しめる、これがビーストの基本にして大きな強みです。気になるお値段はビースト本体で82,880円。ちょっと高いねって思ったと思うんですけども、よく考えてみてほしいんですが、同じ174インチの大画面を大型テレビとかプロジェクターで用意しようとすると置き場所も必要ですし、値段もなかなかすると思います。それがこのサングラス1本 88g に収まってどこにでも持ち出せる。実はつい先日、猿頭の身内がですね2週間ほど入院することがありまして、AR グラスを貸してあげたんですよね。そしたら入院生活が全く退屈しなかったとえらく喜んでもらうことができました。電車でもバスでも飛行機でも、なんなら病院のベッドで寝ながらでも楽しめる。そう考えると猿頭は高くないなって感じています。この辺皆さんはどう思いますでしょうか。それでは続いてこの体験をさらに広げてくれるモバイルドッグを紹介したいと思います。こちらビチュアプロモバイルドッグ、これがあると遊びの幅が一気に広がります。このドッグ、使い方はとてもシンプル。任天堂スイッチのようなタイプ C 出力の機器や PS5、Xbox、さらには Fire TV スティックや Chromecast といった HDMI 機器をこのドッグに接続をすると、その映像をビーストの大画面に映し出してくれます。ゲーム機はもちろん、動画配信を映すメディア機器までいろんな機器とグラスをつなぐ中継地点です。実際にいくつかの機器で試してみました。まずは任天堂スイッチ、ゼルダの伝説や風来の試練6などを遊んでみましたが、ドッグに接続するだけでいつもの携帯画面が目の前で一気に大画面に変わりました。寝転がったまま広大なハイラルの世界を大画面で冒険できるのがなかなか贅沢でした。 PS5 も同じように接続するだけで簡単に使うことができました。 GTA5 とゴースト・オブ・ツシマを遊んでみたんですが、風景の美しいゲームをやるとその迫力が格別でした。特にツシマの美しい風景が視界いっぱいに広がる感覚はテレビでプレイするのとは全く違った良さがありましたね。そしてパソコンの HDMI 出力をつないでみると、これがまた便利でした。大画面でネットを見て調べ物をしたり、動画を再生したり、そのままゲームを遊んだり、漫画を読むにも大画面は快適でした。実は猿頭のパソコンには映像出力に対応したタイプ C がなくてですね、これまでは HDMI を変換するアダプターをかませて XR グラスにつないでいたんですが、それがこのドッグならパソコンの HDMI を直接挿すだけ、変換アダプターがもういらなくなっちゃいました。さらにこのドッグの魅力が 13,000mAh の大容量バッテリーを内蔵していることです。モバイルバッテリーとしても使えて、ゲーム機に給電しながら遊べるので外に持ち出しても安心です。そしてもう一つ、なんとグラスを2台つなげることができます。1つのドッグにビーストを2つ接続すれば、2人で同じ大画面を共有して一緒に映画を見たり、協力プレイや対戦を楽しんだりできます。1台のテレビを覗き込むように2人で見るのとは違って、それぞれの目の前に大画面が広がる。カップルにもおすすめですね。これだけの働きをしてくれて、お値段は21,800円。ゲーム画面を大画面化できて、なおかつモバイルバッテリーも兼ねると考えると、なかなか頼れる1台だと思います。続いてはフルセットの中でも一番未来感のある1台、ビチュアプロネックバンドです。首にかけるだけのこの機械、実は中身は Android で動く小さなコンピューターです。パソコンもスマホもつながず、これとグラスだけでゲームも動画も楽しめてしまいます。このネックバンドは普通の Android 端末としてしっかり使うことができました。 Google プレイストアが最初から入っているので、 YouTube や Netflix といった普段使っているアプリをそのままダウンロードして大画面で楽しむことができます。ブラウザでネットを見たり SNS をチェックしたり、スマホと同じ感覚でできます。パソコンもスマホもつながずに、これ1台とグラスだけでちゃんと普通に使えてしまうのはなかなか便利。
日本語対応の AI アシスタントビザードも搭載されています。ただまだベータ版ということもあって猿頭が試した時は呼び出すと少しフリーズしてしまうこともありました。今後のアップデートに期待というところですね。そしてこのネックバンドでももちろんAI3D 変換が使えました。ローカルに保存した動画を 3D 化してみたんですが、スマホで見た時よりもしっかり立体に見えた気がしました。実際のところどうかは細かくは確認できていません。他にもいろんな操作を試してみました。まずコントローラー不要のハンドジェスチャー。ネックバンドの側面にカメラがついていて、そのカメラが手の動きを認識して手をかざすだけで操作できる機能です。ただ正直なところまだまだ使いにくくて、カメラの位置をしっかりと把握してそこに手を向けて動かすと少しマシになるというくらいの精度でした。ここも今後のアップデートに期待したいところですね。スマホをつないでコントローラー代わりに使う方法もあったんですが、これも少し微妙でしたね。おすすめなのは Bluetooth のマウス接続プラスでキーボードもつなげばいろんな操作がめちゃくちゃ快適にこなせました。動画視聴やネット閲覧だけではなくいろいろな使い方ができるネックバンドですが、クラウドゲームやリモートプレイが対応しているのでそちらも試してみました。実はクラウドゲーム自体が初めての体験やったんですけども、 Xbox のゲームパスに加入してネックバンド単体でホグワーツレガシーを遊んでみたんですが、画質も綺麗でしっかりと動きました。ゲーム操作にはこちらも提供いただいたビチュアとコントローラーで有名な 8BitDo が共同で作った専用コントローラーを使いました。ただ残念ながらこちらはコントローラーの操作にかなりの遅延を感じました。コントローラーを使って Android の操作をした時は遅延は気にならなかったので、これはクラウドゲーム特有のもののようです。ちなみに同じ内容を有線接続のパソコンでも試してみたんですが、有線なので少しはマシではあったんですが、こちらも遅延を感じました。なのでネックバンドが悪いわけではなく、クラウドゲーミングという技術自体まだまだこれからといったところなんだと思います。アクション操作のないゲームなら普通に楽しめそうですが、通信環境がもっと進化すればこの手軽さは化けると思います。続いてリモートプレイも試してみました。自宅にある PS5 や Xbox のゲームを外から遊べる機能です。猿頭は PS5 を持っているのでそちらを試してみました。専用アプリの PX プレイを使えば自宅の PS5 のゲームを外からそのまま操作できます。しかもこの PX プレイ本来は有料のアプリですが、ネックバンドの所有者は無料で使えるんです。自宅の実機さえあれば追加料金なしで外出先から自分のゲームを続けられる、この手軽さは魅力的でした。ただ Wi-Fi の状況によってはたまにカクつきを感じることもありました。このあたりはネックバンドというよりは通信環境側の問題かなという印象です。そして気になるお値段は 59,980 円。これだけ見ると高く感じますが、パソコンもスマホもいらない、これ1台で完結する手軽さを考えると納得のいく価格だと思います。というわけで今回はビチュアビーストのフルセットをグラス単体、モバイルドッグ、ネックバンドとじっくり見てきました。改めて振り返るとポップコーン片手に座椅子で見た映画も最高でしたし、ウルトラワイド画面で遊んだフォルツァ6も興奮しました。ネックバンド1台でどこでもゲームができる手軽さもめちゃくちゃ良かったです。正直甲をつける必要がないぐらいどれも楽しむことができました。テレビの前に座らなくても寝転がりながら大画面でゲームができる、この開放感は実際に体験してみないとわからないと思います。ビーストに限らずなんですが、いろんなお店で体験できるコーナーもあると思うので、気になる方はそういったものを探すのも良いと思います。今回紹介したビーストは映像出力に対応したタイプ C があれば直接接続できますが、パソコンによっては対応していない機種もあります。そんな時は HDMI 出力をタイプ C に変換してくれるアダプターを使う方法もありますし、紹介したモバイルドッグを買えばタイプ C がなくても簡単にグラスに大画面を飛ばすことができます。ただし注意点があります。モバイルドッグでスイッチ2を使いたい場合はパソコンでファームウェアを更新する必要があるんですが、この更新にも映像出力対応のタイプ C が必要になります。なので対応しているパソコンが手元にないとモバイルドッグを買ってもスイッチ2は遊べないということになってしまいます。ここは購入前にぜひ確認しておいてください。それからパソコンにつないだ時にできることも実はもっとあります。スペースウォーカーというアプリを使うとグラスの中に複数の仮想モニターを並べて作業スペースを丸ごと拡張できるそうです。狭い机でも目の前に何画面もモニターが浮かんでいるような感覚で作業ができます。カフェなんかで目の前に3画面とか出して作業してみたいですよね。
さらに動画の途中で少し触れたイマーシブ 3D もパソコンに接続して使うと YouTube や Netflix といった普段見ている動画はもちろん、クラウドゲームやリモートプレイのゲームプレイまで 3D で変換できるというとんでもない機能に化けます。猿頭のパソコンには Type-C がなくて、今回はモニタ拡張も 3D 変換も本領を試すことができませんでした。なのでできれば近いうちに Type-C 対応の安いパソコンを1台用意して、少しでもこの辺を体験してみたいなと思っています。いろいろと紹介してきましたが、このビーストのフルセットがあれば大きなテレビもプロジェクターも必要なく、いろんなことがどこでもできちゃいます。ディスプレイモニターを買う必要のない時代が近づいているんだなと改めて感じました。皆さんはどう感じましたでしょうか。よかったらコメントで教えてください。いやー XR って本当にいいもんですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。